皆さんこんにちは。今回はこの NSR の整備を行います。この車両実は2年間ぐらい放置してて、一応半年に1回ぐらいはエンジンをかけていたのでエンジンはかかります。放置してたらいつの間にかメインスイッチの接触が悪くなって電源の入りが悪くなってしまったので、さらに放置してしまいました。走行距離も4万3000キロ走っているので、そろそろいろいろとやらなきゃいけないんですが、まだセンターシールが抜けてないので、センターシールが抜けてからお金をかけようと思ってます。なので今回は割と最低限の整備しかしません。確か5、6年前にこの NSR で北海道に行った時に一通りやった記憶があるんですが、それから前回の整備をしてからやってない場所はもう5年やってないので、その辺から始めていこうと思います。今回はあんまりお金をかける気がないので、シリンダーは開けますが、状態が悪くなければピストンリングぐらいしか交換しないつもりです。あと外装がボロくなってきたので、予備の外装に変えるのとウインカーを純正風に戻すってぐらいですかね。とりあえずエンジンがかかるか半年ぶりにキックをしてみます。キック20回ぐらいして全くかかる気配がないので、さすがにこれはちょっとおかしいと思って燃料コックを確認してみたら、やっぱりオフになってました。前回エンジンをかけた時キャブのガソリンは使い切ったみたいですね。全然覚えてないんですけど。とりあえず走る止まるはできたんですが、放置期間を含めれば5年近くブレーキフルードも交換してないので、ブレーキの清掃から始めることにしました。ブレーキのピストンも5年近く放置すれば多分もう固着しているので、揉み出して清掃します。ピストンのシールは5年前に交換してるんでまだ大丈夫だとは思うんですが、前回交換した時は結晶化したブレーキフルードがピストンシールの溝にへばりついてて、それを除去するのがえらい大変だった記憶がありますね。まあ過去店舗で購入した車両でも納車整備で普通やってんだろうと思うんですが、今のところ確率で言うと2分の1でやってませんでした。とりあえずブレーキのピストンを引っ張り出して洗浄した後、どんな状況になってるか確認してみます。ちょっと分かりづらいですけれど結構錆びてます。次センターシールが抜けたタイミングで交換しようと思います。今回は磨いておしまいです。センターシールが抜けた時にドーンと部品を買うと一気にお金が吹っ飛ぶんで、あとどれくらいでセンターシールが抜けるか分かりませんが、それまでの間に部品をちびちび買っていくしかないですね。錆びてたピン類とかも全部磨いてグリスアップして再度取り付けました。同じ作業を反対側も行ってフロントブレーキの清掃作業はおしまいです。最後に規定トルクで締めました。マスターシリンダーのカップなんですが、今ついてるものは劣化が進んじゃって中が曇って残量が見えないので、手持ちのもうちょっとマシなものに交換します。約5年間交換しなかったブレーキフルードの色はこんな感じでした。それでホンダのブレーキフルードは無色透明で劣化するとすぐわかるんですが、
ヤマハのブレーキフルードは初めっから色がついてて、劣化したかどうかちょっと分かりづらいんですよね。まあ定期的に交換してれば色の違いなんて大した問題ではないんですけどね。今回はフロントにヤマハのブレーキフルードを入れて、リアにホンダのブレーキフルードを入れてみることにしました。次回交換した時にどんな色の違いが出てるか確認してみたいと思います。ブレーキのエア抜きは以前は手動でシコシコやってたんですけれど、 Amazon で買ったこの2000円ぐらいのツールを使ったらすぐ終わるようになりました。続いてリアブレーキの清掃に入ります。やり始めたらいきなりピンを止めてる蓋が固着気味で、ショックドライバーを使わないと外れませんでした。以前にここを舐めてしまってドハマったことがあるんで、一瞬またかと思ったんですが、ラスペンで吹いたら案外あっさり取れました。リアのピストンも確認したんですけど、やっぱり錆が進行してて次回交換しないとダメでしたね。ブーツからスリーブを引っ張り出したらもうオイルが切れてカラッカラになってました。これじゃあスライドしませんよね。スリーブを磨いた後、グリスを補充して取り付けました。もう片方のブーツのグリスも切れてたので、これも補充しときました。なんかリアのリザーバータンクのネジがすげえ錆びてたので、ネジ山を切り直して再塗装しました。いちいち動画にはしてないんですが、こういった細かいやつが積み上がっちゃってなかなか前に進まないんですよね。この時フランジのナットを外していたんですが、なんか回してたらすげえ嫌な感触がして、ポロッと落ちたものを見たら案の定スタッドボルトが折れてました。最悪ですね。まためんどくせえことになったなと思いつつ、作業を進めないと終わらないので、チャンバーを外してサイレンサーのオーバーホールをします。と思ったらチャンバーボディも結構錆びが浮いてたので、これも再塗装することにしました。サンダーで軽く錆びを削って塗装しました。サイレンサーも持った感じ少し重かったので、バラしてみたら結構オイルを吸ってました。グラスウールはホームセンの数百円の断熱材を使ってますが、今んとこ不都合はないですね。防音効果を高めたいのでグラスウールは緩めに巻きました。次リベットを打ち込むんですが、今回はモノタロウで見つけたインパクトドライバーにつけるだけで打ち込めるやつを使います。使う機会はあんまないんですけど、あると便利ですね。